広大な田んぼのど真ん中で、自転車がパンクして、直そうと思ったら空気入れを用水路に落とし、流れていく様を見て死を覚悟したぞ。というわけで、やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。さて、今回からはトリポーイン4連戦。今回紹介するのは、新しい OCC ケーブル、ミラージュだ。ミラージュは、シンプルな黒い被膜と、程よい太さで作られた、オーソドックスな4芯ケーブル。太さ的には象なんかに近いので、使っていてストレスのない、ちょうど良さ。残念ながら 3.5mm プラグしか用意されていないようで、そのせいか、情報量が少ない。端子の選択肢は、いつも通り、2ピン、MMCX、そして QDC、2ピンタイプは前ゴミ型にも対応できる、CIEM 型となっているぞ。本体被膜はほぼ真っ黒なんだけど、写真なんかで見える通り、かなり強いスモークがかかっているものの、内部の銅色の洗剤が見えている仕様になっている。色の劣化や紫外線の影響は怖いけど、真っ黒血気のケーブルはちょっと。という人にちょうどいい仕様だな。4ピン網で適度な太さに仕上げられたケーブルは、取り回しやすく実用的で、編み込みも乱れない程よい編み方。実用的なケーブルが欲しい、と言われたら、ミラージュはとても良い選択肢だ。トリポーインで今までに発売されたイヤホンの中で、100ドルを超えるものはない。そのため、自社製ケーブルは、3.5mm 環境で効くような人向けに作られているのかもしれない。ただ、実際にはファンはもっと幅広く存在していて、4.4mm や 2.5mm のバランス端子を使って、トリポーイン製のイヤホンを聞く人もいそうだから、個人的には全ラインナップでバランスプラグの選択肢は欲しいところだ。なお、これは日本 Amazon 向けの出荷で絞られているわけではなく、リンサウル公式ストアでも、同様に 3.5mm の扱いしかないぞ。このケーブルの洗剤は、純度 4N の OCC、単結晶銅と呼ばれる方式で作られたケーブルで、一般に無酸素銅よりクリアな音が出るケーブルが多い。それでいて、純銅らしい低音域側の重みも備えるので、雰囲気を保ったままアップデートしたい場合におすすめだな。ちなみに、同じようなケーブルに、このチャンネルで散々取り上げたジアレイシリーズがあるけども、あちらよりかなり細く、取り回しに優れる、それぞれのケーブルのハンドリングは好みが大きいだろうけど、トリポーイン像とほぼ変わらない取り回しは、特に細くて扱いやすいケーブルの部類に入ると思うな。それじゃ、音色を分解してみようか。普通、もちろん良い意味で、特別純度が高すぎるわけでもなく、かといって音がぬるいわけでもなく、それでいて、低価格イヤホンの乗り換えケーブルとして適正な、改造感、分離感がちゃんと上がる。でもって、低音の量感もしっかり残る。そうそう、取り回しが良いケーブルはこういうのでいいんだよこういうので。今回は、元々のイヤホンもバランス感が良くて、バランス感が大事な、CCA-C10 と組み合わせてみたんだけど、しっかりと CCA-C10 のバランス感を残したまま、高音域側をはっきりさせてくれるので助かった。また、アンバランスケーブルも案外悪くない。例えば、今回は FIO BTR5 2021と組み合わせて使ったんだけど、BTR5 はデュアル DAC 方式、アンバランスとバランスだと、アクセスできるアンプ出力。つまり、電池持ちに大きな影響が出る。取り回しやすく、長く使いたい人には、アンバランス接続で使う、というチョイスも実は結構賢い。まあ、本当は選べるようにしてくれるのが一番嬉しいんだけど、でも、アンバランスのみの設定だという点が、このケーブルを避ける理由にはならないと思うな。また、使った感じ、高音域側の伸びが良く、さっき名前を出した、単結晶銅線、ジアレイの純銅タイプよりも全体にはっきりと分離感が出る。ここは洗剤の束の量の差だろうか。ハキハキとした音で聞けて、ストレスも少ないので、そういうところが優秀だと思うぞ。というわけで、取り回し重視で、オーソドックスなアップデートを狙うなら、単結晶銅のトリポーインミラージュはおすすめだ。あとは頼むからバランス出してくれ。本当にいいケーブルなんだから。といったところで今回はここまで。